俯瞰って？一歩後ろに下がって自分を冷静に見ることだ。シノには難しいかもな。できてる。できてないよ。中央の魔法使いよりはできてるかもな。なんだかんだシノは慎重で用心深い。中央の奴らはイノシシだからな。複数魔法の続きの話をしよう。複数魔法に慣れてくると、ある高度な魔法が実践できるようになる。やりたい。慣れてくればと言っただろう。先生はできるんですか？一通りはな。だがネロの方が得意な気がする。なんだよ。どんな魔法？封印魔法だ。そんな得意でもねえよ。高度な封印魔法は複数の媒介や魔法陣を用いる機械の設計のように緻密で複雑なものだ。数千の歯車を同時に組み立てて、それを一瞬で結びつけるような集中力と全体把握能力が必要になる。ヒースならできそうだ。ヒースは時計だとか機械いじりが好きだし。封印か。よく魔物が封印されているって話を聞いたことがありますけど、自分より強い魔力を持った相手も封印することができるんでしょうか？できる。魔力の差を技術でしのぐのが封印だ。どうぞ。いや、そんなつもりじゃ。君の部屋で飲んだ時に話した感じだと、封印は君の方が詳しい。そうなのか。意外な特技があったんだな。料理って並行作業の基本みたいなものだものね。そうだな。こう考えればいい。一般的な封印っていうものは風牢と一緒だ。そうだ。開けるのは簡単だけど、開いたことは確実にわかる。開けてないふりをして元に戻すことはできない。北の魔法使いの封印はこうだ。丈夫な岩に深い穴を掘って大事なもんを詰めて重たい蓋をする。物理的に誰も重たい蓋をどかせない。だけどどかせる奴がいたら、一度も開けてないふりをして再び閉めることができる。そうだ。それだと封印の意味をなさない。そうだ。封印を解こうとした瞬間、魔法をかけた当人にすぐわかる。下手をすると、当人以外にも知らせるような仕組みがかけられてる。森中に張り巡らせた糸に、一度も引っかからないで通り抜けろと言っているようなもんさ。ほんの少しでも引っかかれば、森全体が焼け野原になって、封印した魔法使いが駆けつけてくる。まるで封印を解く側の視点だな。